ごきげんよう。世界史の時間です。前回カルタゴついに登場しまして、カルタゴってどういう国なのなんていうね、どういう民族なのなんていう話をしたんだけれども、ついにローマとカルタゴの一大決戦であるポエニ戦争が始まります。第一次ポエニ戦争。本当はこの1回で済ませようかと思ったんだけれども、どうも尺が収まりきらなくって2回か3回に分けたいかと思います。2回で収まるといいね。その第1回目です。初の海外遠征、シチリア遠征が始まります。はい、というわけで前回のおさらいです。この地中海周辺で、どういう民族、主だった民族が勢力圏を敷いていたかということで、前回の主役だったカルタゴですね、ちょっと黄色くて見えにくいかもしれないけれども、北アフリカからイベリア半島にかけてを中心とした地域、地中海の西半分ですね、を勢力圏に置いていた。でこれに対して水色のところがギリシアの勢力圏で、主人公の、本当は主人公はローマなんだよ、カルタゴじゃなくてね。で、ローマの勢力圏がピンク色のところです。ちょうど水色と黄色の境目がシチリア島。シチリア島は本当に地中海のど真ん中にあります。で、ここを争って今回、ポエニ戦争が始まるというわけですね。はい。時代は少し遡るんだけれども、紀元前317年というと、第二次サムニウム戦争の真っ最中ですね。ローマはものすごいピンチに襲われて、で、その結果、前312年にアッピア街道が敷かれます。ちょうどこのアガトクレスがシラクサの選手になった5年後っていうことですね。だから大体それくらいの時代だよ。で、このアガトクレスっていうのが、カンパニア人。ナポリ周辺がカンパニアですね。第一次サムニウム戦争でローマが手に入れた地域。ここの傭兵部隊、これを引き連れて、シチリアで勢力を拡大していったわけです。実際にアガトクレスの時代にシラクサはシチリア島の東側3分の2を支配するような巨大勢力へと成長しています。でね、このアガトクレスって実は前々回ですね、第46話ですかで紹介したピュロス王、エペイロスの王様、ピュロスの義理のお父さんにあたります。つまり奥さんのお父さんということなんだね。そんなつながりがあったから、いわゆるピロス戦争、ローマと戦っている最中にわざわざシチリア島に行ってシラクサを助けてあげようなんていうことをやったわけですね。2年かけて失敗して帰っていっちゃったけれども、そんなわけでピロスと関係のある人がアガトクレスです。でね、このアガトクレス、前289年にお亡くなりになります。別にシラクサから追い出されるってこともなく、選手のまま亡くなるんだけれども、というわけで自分の息子を後継者に指名します。ですが、それに嫉妬した甥っ子によって暗殺されちゃうのね。で、甥っ子がじゃあ次の後継者だっていうことになるんだけれども、なんとこの甥っ子も殺されてしまいます。暗殺されちゃうの。いうわけで、アガトクレスの後継ぎは断絶してしまいました。いうわけで、浅草じゃねえな。白草だな。白草は、一時共和制の国になるのね。で、問題は、さっき紹介したカンパニア人の傭兵部隊ですね。で、彼らはカンパニアに戻ることなく、アガトクレスが亡くなった後もね、彼らとしては、白草の市民権を得て、ここに定住したいと思っていたんだよ。だけれども、白草の政府、共和制の政府は、この傭兵部隊に市民権を与えませんでした。怒ったカンパニア人傭兵部隊は白草の町を出て独自の勢力を形成することになります。で、彼らは自らマメルティニって名乗ることになるのね。マメルティニってマルスの子、軍神マルスの息子たちだと自分たちのことを名乗るわけです。そしてその翌年のことです。メッセネって町があるんだけれども、これを後で場所を紹介します。ここを襲いまして占領しまして拠点にして周辺を荒らし回るようになるわけですね。白草はとっても困ってしまいました。はい、というわけで白草含めたシチリア島をちょっと拡大しましょう。バードビューといってちょっと斜め上からこう見下ろすような感じ。はい、この町が白草、そしてこっち側がメッセネですね。で、今ローマとカルタゴ、こんな風に斜めから見ると、これに東側から見ているって感じかな。西の方を向かって見ているんだけれども、こういう風にすると遠くの方にローマもカルタゴも見えていいね。これいい案だと思わない？そんなことはどうでもいいんですが、ここがメッセネ。イタリア半島がこうなって、だからローマからもしシチリア島に行くときには、ここまで来て、こっからレギオンっていう町があるけれども、こっから海を渡ってシチリア島に入る。その玄関口になるのがこのメッセネになるわけですね。で、白草がシチリア島の中で一番大きな町です。
ちなみにここがカンパニア。こう見えるかな、こうナポリって書いてあって、この辺りがカンパニア地方。ここの傭兵部隊がシチリア島に居座って、マメルティニと名乗り、ついにメッセネの町を占領して支配しちゃったっていうことですね。はい。でね、さっきのエペイロス王ピュロスなんだけれども、ローマと戦っていて結構追い詰めるんだけど、なかなか勝てません。いうわけで、気分転換も含め、プラス、シラクサから支援要請、カルタゴにやられてるので助けて、みたいな感じで支援要請あったので、とりあえず先そっち片付けちゃおう。というので、前278年にシチリア遠征をやるわけなんですが、結局カルタゴに勝てず、2年後に撤退することになるわけですね。で、ローマと最後の戦いやって、これで完敗し、結局はエペイロスへとギリシャへと戻っていくことになりました。でね、シチリア島を撤退するときに、部下のヒエロン2世という人をシチリア島に残すことにするわけです。どうも、この後もシチリア島にその影響力っていうのかな、を残しておきたいと考えたんでしょう。でね、ヒエロン2世はそのまんまシラクサの選手になってしまいます。で、このヒエロン2世なんだけど、実はあの超有名なアルキメデスの親戚なんですね。はい、この人アルキメデス、超有名、これも超有名な絵だけれども、なんか地球儀みたいなものに手を当ててじーっと何かを考えていますね。で、ヒエロン2世はアルキメデスに一つお願い事をしたわけですよ。ある日、有名な金細工師に王冠を作ってもらったわけですね。ヒエロン2世がだよ。ヒエロン2世は黄金の冠を作ってもらいました。でも、純金で作れって言ったんだけれども、ひょっとしたらこの金の冠に銀とか銅とか混ぜて、その分黄金の量を浮かせてちょろまかしているのではないかと、そう怪しんだわけですね。で、なんとかしてそれを発見する方法ないかなと。見た目黄金なんですよ。だから全然わかんない。いうわけで、もう当時から有名だったこのアルキメデスに、ちょっとお願いできないかなと。この黄金の冠、純金でできてるかどうか調べてくれと。そうお願いするわけですね。で、それを引き受けたアルキメデス、一生懸命考えました。でもなかなかいい案が出てきません。で、煮詰まったところで、ちょっと気分転換に風呂でも入るかと言って、風呂入るわけだな。そうすると、お湯が湯船から溢れ出るじゃないか、ザバーっと。で、それを見た瞬間、エウレイカわかったぞと言って、そのまますっぱだかなまま、体も拭かずに、外へ飛び出し、宮殿のヒエロ2世の元へと走っていったそうです。これで発見したのが、いわゆる浮体の原理ってやつですね。要するに、水の中に、液体の中に物質を入れると、その溶石の分だけ軽くなるよというその原理ですね。これが浮体の原理って言って今でも使われているものなんだけれども、これを用いて本当に銀や銅が含まれているのか、それとも純金なのかを測るというのかな、証明する方法を思いついたわけですね。果たせるかな、黄金の冠は純金ではありませんでした。これが分かってしまって、ちょろまかしを行ったその金細工師は処刑されてしまうという、そんな事件があったわけですね。これ超有名な話なんだけれども。はい、というわけでね、何気に多くの方々が知っている王様だったんじゃないのかね、このヒエロン2世って。名前は知らないけど。で、そのヒエロン2世なんだけれども、前265年のことです。マメルティニの手からメッセネを奪還しようと包囲攻撃を始めます。するとピンチに陥ったマメルティニが、なんとカルタゴとローマ両方に助けてってお願いするんですね。ローマはこれちょっと悩みます。元老院はなかなかゴーサイン出せませんでした。というのも、ついこの間、ピュロス王との戦い、ピュロス戦争終わったばっかりだし、同時期にですね、終わったちょうどっていうぐらいの頃に、エトルリア人の町が反乱を起こしていたりして、その鎮圧もしなければいけなかった。とにかく大きな戦争続きで、しかもマメルティニはただの強盗団だよね、これね。なので、こんなのを助けちゃっていいのっていうのがあったわけですよ。だから、元老院はなかなかゴーサイン出せなかった。そのうちに、カルタゴの方が動いちゃったわけですね。条件としては、メッセネの支配権はカルタゴがもらうよ。マメルティニは俺たちの意見に従ってもらうよっていうことだったんだけれども、マメルティニはそれでもいいから助けてくれって言ったわけです。でもね、ヒエロン2世としては別にカルタゴと戦いたいとは思っていないわけだよ。メッセネの町をマメルティニから奪い返せばいいわけでしょ。なのにカルタゴ出てきちゃったから、正面衝突避けたいわな。いうわけでヒエロン2世、シラクサの町に撤退することにしました。
はい、というわけで、ここまでの経緯ですね。アニメ化すると、はい、白草の町から軍隊行ったメッセネを包囲する。すると、緊急事態発生なんて感じで、カルタゴとローマ、両方に支援要請をしたメッセネ。先に答えたのがカルタゴです。ここに、アクラガスっていう町があります。後にアグリゲントゥムって名前変わっちゃうんだけれども、当時はアクラガスって言ってた。で、この町から、カルタゴの軍隊がメッセネの町へと行くわけですね。やだな、本気にしないでよ。というわけで、ヒエロン2世は白草へと戻っていきましたというところまでだな。でね、ローマなんだけれども、こうして先にカルタゴに動かれてしまって、メッセネの町取られちゃったわけじゃないか。こうなると、今度はローマがシチリア島に行きたいと思った時に、メッセネの町はまさに玄関口なわけでしょ。ここカルタゴに取られてると、入りたくても入れないっていうことになっちゃうわけだよね。なので、遅ればせながら、メッセネを支援しようということになったわけですね。というのもマメルティニとしてもカルタゴによって支配権奪われてしまった。それが条件だったんだけれども、後になってやっぱ嫌だなと思ったわけだよ。だからあわよくばカルタゴをローマが追い出してくれればいい。いうわけで、また同じ条件ですね。メッセネの支配権を明け渡すという同じ条件で、ローマの要請って変な感じだな。ローマに助けてってお願いしたわけですよ。で、この時に、ローマの軍隊を指揮したのが、コンスルのアッピウス・クラウディウスという人でした。はい、名前聞いたことがありますよね。アッピウス・クラウディウス。この人、アッピア街道を作った人の孫にあたる人らしいな。で、この人を司令官として初の海外遠征になりますね。シチリア遠征を実行することになりました。でもって、マメルティニはカルタゴを裏切って、うまく騙してメッセネのね、城の外に追い出したらしいんだ。どうやったかよくわかんないけど。で、その分、ローマを迎え入れることになるわけですね。でも、ローマは容赦しないよ。メッセネの町は同盟士になってしまいます。でもって、マメルティニは、お前、そもそも傭兵部隊だろ。俺たちの傭兵になれよ。と言って、そのままローマの支配下に入ってしまって、そのまんま歴史の闇へと葬り去られてしまいました。結局メッセネの町は簡単にローマに戦わずしてって言ってもいいかもしれないね。ローマの軍門に下ることになったわけだな。さて、裏切られたカルタゴの方なんだけれども、なんと宿敵白草と同盟を結ぶんですね。ヒエロン2世ですよ。カルタゴ人とギリシア人といえばずーっとこの地中海の覇権をめぐって争ってきたんだけれども、なんとローマに対して同盟を結んで戦うことになりました。こうして前264年第一次ポエニ戦争が勃発するわけです。でもなんでカルタゴとの戦争なのにポエニ戦争なのかっていうことなんだけれども、実はカルタゴ人ってフェニキア人なんですよ。フェニキア人のことをギリシア語でポイニケって言って、ラテン語になまったのがポエニなのね。英語にするとフェニキアなんだよ。だからフェニキア人とポエニ人って同じっていうことになるんですね。だから第一次ポエニ戦争は第一次フェニキア戦争っていうことなんだな。これで合点がいったね。はい、このカルタゴとローマの最初の戦いですねがメッセネ包囲戦になったんだけれども、なんとローマが勝ってしまいます。どうやって勝ったかよく分かっていないようで、実際ね、カルタゴと白草の連合軍が陸から攻めてきていて包囲していて、海側もカルタゴの艦隊に包囲されちゃって逃げ場なかったはずなんだよ。なのにローマ側が勝ったらしいんだわ。よく分かってない、どうして勝ったのかは。で、その勢いのまま翌年前263年ですね、逆に白草を包囲攻撃することになります。この時ローマは増援部隊として4万の兵力を送ってきたらしいんだわ。で、この大軍見てヒエロン2世ダメだこれ勝てねえとバカバカしいんで、もうすぐ降参しちゃおうってことになるわけですね。なんとカルタゴをあっさり裏切りましてローマの味方になってしまいました。そして一緒にカルタゴを倒そう、ローマの後軍支援をするよと約束をするわけですね。で、ローマはこの約束を聞いて、分かった、じゃあ占領しないよ、お前のところは同盟士にしないから、とにかく対等な同盟国としてこれからはカルタゴと戦おうねということを約束し合うことになるんですね。はい、というわけでここまでの状況、ローマからやってきました。で、メッセネの町取り返した。こんな感じで包囲された。で、結局この包囲戦はローマが勝って包囲を突き破って外に出てきちゃうってことになるわけですね。
で、今度はローマ側が4万の増援を加えて白草の町を包囲する。白草ヒエロン2世はすぐにローマ側に寝返ったというわけだな。ここまでやったわけだね。はい、こうして白草を味方につけたローマなんだけれども、今度は、その次の年ですね、翌年、前262年のことだけれども、今度はカルタゴの植民地アクラガスを包囲殲滅しようと企むわけです。当然カルタゴも本国から増援部隊を呼んできます。ヌミディア騎兵とか戦蔵とかね、含む大軍5万からなる大軍を送り込んでくることになるわけですね。ローマがアクラガスを包囲する。で、そのローマを今度は後ろ側からカルタゴの部隊が包囲するという二重包囲戦ってやつですね。これが行われることになります。なんとこの包囲戦7ヶ月にわたって行われたそうですね。結局、アクラガスの町が食料が足りなくなっちゃって、で、一か八かの決戦に挑んでくるわけですね。その結果、ローマ側が勝ちました。圧勝に近かったんじゃないの？かなりでも激戦だったようだけれども、最終的な犠牲者だけ見ると、全然カルタゴの方が10倍ぐらい多かったというようなその戦いでアクラガスは陥落します。結局ね、この時、勝ったって言ってローマ軍油断してしまって、その間に傭兵部隊たち、カルタゴから来た傭兵部隊たちは逃げちゃうんだけれども、でも町は占領された。そして残された住民2万5千人はほぼ全員奴隷として売り飛ばされることになります。はい。いきますよ。アクラガス。すると、カルタゴから船団がやってきて、これ戦像ね、見えるからこれね、像なのこれ。戦像なのね。こうして、アクラガスの町を包囲するローマ軍をカルタゴ軍が包囲しているっていう形ですね。で、その結果、カルタゴ軍が敗北し、そしてアクラガスの町は占領され、ローマの軍門に下ることになるわけです。はい、ついにポエニ戦争始まってしまいましたが、今回はまずそのきっかけっていうのかな、原因、ポエニ戦争がどうして始まったのっていうところと、前哨戦であるアクラガスの包囲戦までやったわけですが、とりあえず今のところローマが勝ちを進めているわけです。でもね、シチリア島は島なわけです。だからローマもカルタゴもここで戦うためには船を使ってどんどん補給をしていかなければいけないわけですね。当然お互い邪魔をし合うってことになるわけなんだけど、つまり海での戦いが今後の表舞台、メインになっていくというわけですね。さあ、これどうなっていくんですかね。というわけで、今回いかがでしたでしょうか。気に入ってくださった方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。とても励みになります。嬉しいです。さてそんな感じで、次回は、海での戦い、メインの戦いへと入っていくわけなんだけど、次で決着つくかね。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。